と待ってくださいね。セッティングをしています。見えてますかね、皆さんどうですか。見えてますね。新しいですよね。音もどうですか、大丈夫ですか、聞こえてますか。リング大丈夫ですか。ピットが切ると合うか。このぐらいかな。大丈夫ですかね、皆さん見えてますか。大丈夫ですか。声も聞こえてますか。このぐらいの感じでいきますので、声はどうでしょうか。いやー、蒸し暑い。非常に蒸し暑い。今日はもう途中の制作の途中を公開しますので、何かが一気に出来上がるとかいつもみたいなパターンでは少しないので、適当に質問とかしてください。適当に。ちょっとこれ今薄く塗ってあります。薄く、ポピーオイルで塗ってあります。朝から塗っておきました。いいよ、その辺。はい。声は入るけど、あんな感じで映ってはいない。はいはいはい。久しぶりね。何コーヒー。ありがとうございます。なんかうっかりまたコーラ買ってしまって。コーラ絶対あかんのにね。炭酸が一番これは良くないのに。そう。僕ちょっと危険な匂いがもうしてるよ。やばいですよ。大丈夫かな。これ写真ですね、皆さんね。写真です。ここから俺ちゃんが老眼が見えるからね。字がね、聞こえてました。こんな平日の昼間になかなかやるというね。すげえ汗かいてきた。俺マスクどこやったのかな。ここや。お名前じゃ君らは呼べへんな。ね。そうか。どうでした。いやー、もうなんかめちゃくちゃ大変大変だった。めちゃめちゃ大変でしたけど。大変だった。でも楽しかったですよ。あそこの学校はもう大変だもんね。そうね。いやもう本当先生たちもなんか大変そうでもなんか全然捕まらなかったですね。先生たちが捕まんない。へえ。放課後の指導とかではい。探しに行ってもなんかもういろんなところに先生行かれてて。学校にいないってこと？いや学校にはいるんですけど、どなたもどこにいるかみたいな。はい。もう GPS つけなきゃダメだね。いや本当ですよね。はい。学校にいるうちは。いや本当放送何回しようかと思って。大変ですね。全部音声入ってますあら。よいしょ。そうよ。今日俺朝思いっきり時間間違えて授業すみませんでした。10分後ぐらいに LINE で学生から「今日何時からですか?」って「しまった」ってね。ね。この辺とかも別に来ても大丈夫だから、もう全然遠慮なく近くまでおいでよ。もうこういう機会あんまないしね。ようやく感染者が少しね、差がも減ってきていますので、皆さん何か質問あったりしてくださいね。質問読みましょうか。お、その手でいきますか。その手でいきます。そうね、そうしてもらえるとお茶集中できるんだけど、あんまり来ないと思うんで、こ
そうね、ちょっと充電器くっつけたから。よいしょ。暑い。もうマスクするだけで。ね、もう本当もう。なんか梅雨っぽくはないよね、あんまね。ですね。なんかそろそろ降るみたいなのは感じだったよね。全然なんか普通に暑いだけ。暑いよね。新しい実験なんですよこれ。本当にこう実技をオンラインで教えるってどうしたらいいかなっていうのが1年間経っても解決をしなかったというね。本当難しいよね。ねえ、なんかね。でもまあやっぱ確かに書いてるところ見せるのが一番早いですね。そうなんだよね。あと画材のこととかもこの場で聞けるから、はい聞いてくれたらいいですよ。何人か学生さんが後ろに前後にいます、ね、いやいやいや、もう別にだいたいじわじわ増えていく。じわじわ。でもこんな平日にの昼間にやったことないから。そうですね。いやでもありがたかったです。なんか土日とかだと、あ、バイトだって。そうよね。なんか開店のするあれでバイトしてる方ですよ。超有名店でね。なのでもう今日は行けるんで、あ、よかったと思って。一郎みたいな店でやってる人らしいですよ。ほぼほぼ言ってますよね。そう、ほぼほぼ言ってますね。まだあそこやってんの？いやでも最近はもうほぼほぼああ、そうなんだ。本屋の方に行ってます。あ、もう一個やってんだ。はい。大変よね。もう今の子たちは。あんまりその一郎の方にあんまり行ってない。あ、一郎の方にね。あ、そうなんだ。パン屋の方はチェーン展開されてんの？あ、そうです。結構なんで。有名なのね。そうね。これはもうこの絵はもう下手すりゃ1年以上描いててぼちぼち、まあ7月に学生さんとのグループ展があるので、まあ、そこに出せたらなと思っていて、ね。ねとか言って後ろの子はしゃべろうとしませんね。そう7月にね、佐賀大学美術館でこう宣伝も兼ねてやってるというね、やりますので、お近くの方はぜひ遊びに来てください。面白いね。あと3分ぐらいですね。まあ、特にいつも1時間とかで完成させるっていうような感じでやってんのよ。でももうこれはね、なかなかね、白もこうやって2種類使ってて、2種類使ってやってます。よいしょ。テレビ局の、主催のライブペイントを手伝ってくれた人がたまたま来てくれました。面白かったよね、あれね。めっちゃね。なかなかないことだよね。あ、いや、まあ、もう家に置いてあっても全然触ってないもんね。ああ、もうね、やっぱね、なかなかそこからやる気が起こらないよね。いや、もう少し書き込む。もう書きたいなとは思ってんだけどね、来年個展があってそこに出そうかっていう話はしてんだけど、ちょっと叩き筆持ってきますね。すみません。
何か皆さん質問あれば遠慮なくしてください。1時頃になりましたので、もうすでに始めてるんですが、100号の完成に向けて頑張って書いていこうという作品です。見えてますか？こんにちは。ちょっと遅れるんだよ、ほら。ね、でもすごいよね、世界とつながっていくんですもんね、こうやってね。大きい作品は遠慮なく質問していいからね、お名前とか出さんから。後ろの監修の人たちね、150万人ぐらい今集まってますけど、本当見える範囲に、多分もう画角としてはこの辺ぐらいまでだから、全然近くに寄ってきてもいいから、遠慮なく質問してくれた方が。皆さんも遠慮なく質問してくださいね。なんかもうメールとかで答えるのめっちゃしんどいんでもう可能なら口頭で答えたいんで、皆さん質問があったら遠慮なくしてください。もう私はもう完成言うと本当テレピンだけで書いていくタイプなので。何でもいいですよ。変なこと言わないでね。言わないと思うけど変なこと言わないでねって、変なこと言わないと思うけどね。質問があれば皆さん遠慮なくしてくださいね。これお昼休みとかに相当、お昼休みじゃなくて仕事とか中でも相当見れるっちゃ見れるかもしれないね。上司に見つからないようにしてくださいね。気をつけてくださいね。一応これ展覧会が、先ほども言いましたけども、なんだっけ、7月何日からだっけ。学生さんが無言になりました21から21から、あるそうなので、搬入が20日でいいの？搬入当日だっけ？把握してない。A さん A、B さん見てたらコメントください。 AB さん AB さん ABE さんAB さんすみません、なんかオンラインで見る的にさっき LINE で来てたので、 ABE さんあなた代表でしょ。ちょっとそこに宣伝して無理かな。ABE です。確か当日搬入のその日のうちにっていう感じにしようって言ったんじゃなかったかな、俺が。違ったかな。飾り付けもそんなにこうかかんないから午前中にジャーっとやってしまって。これ写真ですよ、これね。50人ぐらいいる。ほら、あ、こんにちは、タミコさん北海道の方、失礼、すみません、お誕生日おめでとうございますすみません、年齢言ってしまいました、女性にすみません。でも僕が YouTube 始めて間もない頃からずっと見てくれててね、すごいよね。学生さんも本当遠慮なく質問してね。もう答えれる範囲で。今日めんどくさいしあんまりね、こうやって答えれる機会もないから、ぜひ。というと静かになるんですよ、学生っていうのは、学生という生き物はいや、ほんと早く飲み会とかねできるようになりたいよね、みんなね。私もそうだけど、ほんとね。49人、すごくお美しい。これですかね、絵がですか。今ちょっと後ろの方の滝とこの辺りを今集中的に描いてます。で写真を見ながら描いてますけどね。遠慮なくしてね、めちゃくちゃ遠慮なくしてもらって。この辺までしか映んないから大丈夫よ、近く来てもね。よいしょ。断丸とか使うと結構夏場とかドローッとまた溶けてくるっていうかね、熱持ってね、熱でこうちょっと溶けてきたりするような感覚があるんですよ。だからデローっとして結構その後めちゃくちゃ書きにくかったりするっていうか。もう私はだからもうここ5年ぐらいはずっと断丸なしで
こんにちは、拝見させてよろしくお願いします一人一人の挨拶に偉いでしょ。全部答えていくという偉いでしょ。よく見えますね。あ、今一応見える見える。なんとか見えますんで。これ一応だから Wi-Fi じゃなくやってるから、でもなんか毎月こう新しいなんかプランにして50ギガとかみんななんかそういうプランでしょ。なんかありますよね。ねえ、あ、全然俺使わないんだけど、みんなどうなの？いや、使う50ギガ使わないですね。やっぱり？20、30も使う？俺2とか4とかだよマジでマジで Wi-Fi があったらもうそうだよね。家にだからまだ10日締めだから何日間かぐらいしか経ってないけども、今月ちょっと実験してみようと思って、どこまでこれでできるか。でもなんかソフトバンクの店員の人に YouTube はそういうのあれなんていうのなく見れますよって言われたんだよ、ボソッと。どういうことですかって言って、要は減らないですよって言われたの。本当かな。誰か YouTube に詳しい人、ソフトバンクの店員さんいたら教えてくださいねえ、本当ですかねって言われたから、ちょっとそれも兼ねて実験してみようと。でこれが成功すると屋外でできるんだよ。ああ屋外でやるって面白くない？でもまあ佐賀の、山の中とかはもう 4G が入んなかったりするから、いいよ、もう遠慮なく。なんか高校1年生のはいはい。質問がお、高校1年生ちゃんと学校行ってる？大丈夫か？公募展に応募する予定なのですが、どんな絵を描きたいか自分でもわからない状態です。公募展に応募する。この子公募展、この黒猫スパイダーさんのあれかな。あれですか、お父さんと一緒に鬼好評に出してくれてる子かもしれないね。どのような絵の題材を決めていますか？うわ、めっちゃ難しいね公募展のまずなんか種類によるというか、なんとなくこう、今までのなんかこう、大賞を取った絵とか、あと僕はね審査員まで見てました。で審査員の人とかがこの辺が好きなんだなとか、このタイプの例えばすごく具象寄りの展覧会とか、ちょっと現代美術寄りの展覧会とかで、意外とそういうのを調べてないで何でもかんでもこう闇雲に出すっていうのはちょっと危険なんで、その辺はちょっと慎重にやった方がいいと思うんですけど、高校生ならなんかこうちょっと高校生向けの展覧会があるんですね。なんだっけな、佐藤大成大賞展っていうのがあって、でそれは洋画の部門、油絵の部門だったら20歳まで、というくくりなんですよ。だから後ろの子たちに言ってるつもりでもいるんだけどそれで案外取りやすくって、今なんかここ5年ぐらい前にうちの学生さんが確か2年連続ぐらい取ってて、なんかその辺りから始めた方がいいかなと思います。そして画題に関してはその佐藤大成大賞展は結構自由なのでねえ、何書けばいいでしょうかね何がなんかこう難しいけど書きたいものってなんか学生さんも多分すごい悩むんだけど、なんかこう自分のやっぱりこう興味あるものとか気になるものとか面白いものとか好きなものとか、そのあたりから攻めていかないとなんかこう難しいな。僕のなんか教え子で魚が大好きで魚を描いてる人がいて、でなんで魚描いてんのって、本人もあんまよく分かってないんだけど、でも魚がとにかく好きだから魚をまず描いてみて、そこから魚なぜ描くのかなっていうのはその後多分ちょっとずつ考えて描きながらも考えていってはるんじゃないかなという感じの人がいましたよね。すみません、答えになってませんが。在宅勤務中です。自分はまだ鬼好評に出してない。そうですか。じゃあ高校1年生この人じゃないんだ。いつもね親子で出してくれる子がいて、そのお嬢さんが高校1年生なんですよ。100回記念展の見たら分かります。今週の金曜日に5ヶ月もやってんだぜ5ヶ月、みんなどう思う？5ヶ月もやってんの。
偉いでしょ。もう5ヶ月多分1000枚ぐらいやってると思う。1枚1回につき大体10から少ない時は78だったんだけど、多い時13とか14ぐらいあったから、多分700800は最低やってると、延べ数でいうとね。同じ人が何回も出したりするからなんか出てきたね。自分はまだ在宅勤務中ですが、見ていいいいんですか。在宅勤務中ならいいんじゃないですかね。在宅勤務中なら怖い上司もいないんじゃないですかね。私もこれすごく大学見つかったら怒られるんじゃないか、ちょっと若干ヒヤヒヤしながらやってるんだけど、オンライン授業とハイブリッド型を推奨。ハイブリッド型といってオンラインと実際を両方やりなさいっていう、対面ね、両方やりなさいって推奨されてるんですけど、実技ってできんのっていう話で、一番近しいのはもしかしてこの形かなと。で実際に今直で見ている子もいれば、後ろで、直で後ろで見ている学生さんも今78人いるかなっていうのと、じゃあ家で見てる学生さんも何人かいると。で実際に書いていく様をハイブリッド式で今見せているということで、文科省の人見てますか見てるわけないけどこんにちは先生、ライブ配信ありがとうございます。仕事休みでタイミングがよくラッキーかウッキーって見た学生さんの皆様お邪魔します。ものすごく楽しみですと。なるほど、コーポ10の審査員をうんぬんかんぬん。まあ16歳ぐらいだったらそういうなんか佐藤大成展、全国展のそういうのに出せばいいと思うんで、公募展の中でもちょっと大きく分けて団体展っていうのと賞レースみたいなのがあって、まあ賞レースっていうのは見たら賞金何円とか100万円とか何十万円とかっていうやつで、団体展っていうのはなんかその会というのはどういうなんていうか位置づけで、例えば日展っていうのがあって、でそれの母体団体としてあるのが校風会とか東光会とか日曜会とか、そういう団体展っていうのの中にもまた日展系と反日展系がある。だからまだ若いうち、学生さんなんかもまあとりあえずは賞レース、金がかかってるやつに出していく方がまあなんかしがらみ的なものがまずないので、力試しにはいいのかなと思いますよ。ということで、質問一時56人。皆さんちゃんと仕事戻ってくださいねぼちぼちね。学生さんも何か質問ありますかと聞くと静かになるのが学生という生き物ですそうよ、ちょっと H さんH さんの企画やろうよ。 H さんどこまで上手くなるのか企画前言ってたよね、それね。H さんH さんをちょっとずつ力をつけさす企画。マジでやりたいね。ちょっとそれじゃあ考えとこう。また新しい、私がお題を出してそれに答えながらちょっとずつ成長していく様を YouTube に残していってみてはどうかということをやろうかなと思って。面白いでしょ。だから面白いよ、いろいろ広がるよやっぱり。それを皆さんに公開してずっと H さんっていう名前でずっと匿名でやっていこうかなと。1週間ごとにずっと先生からの厳しいコメントをそうどんどん厳しく、もっとこうだあだっていうふうに返していったりとかして、それにまたレスポンスする形でまたやってっていう、ちょっと面白いかもなと思って。ドラマができんのいや今面白いよね。なんかいろんな媒体とかがあるからな。なんか来てんな。名画の模写ではなくてオマージュやパロディ描きたいと思っていますが、そういうのは公募展では NG なのでしょうか。どうなんだろうな。でも公募展の場合っていうのはある程度もう明確なそういうパロディみたいなものとかっていうのが、これのパロディだなって分かったら入選とか入賞とか
はありえるんですね。でなぜかというともうそこで、もう出す有名なパロディとかだったらもう要は分かってて、よしじゃあこれ著作権的に OK ってなったら要は審査員とかその主催者が決めるから、まあチャレンジしたかったらチャレンジすればいいんじゃないですか。僕みたいな人が審査員でいると「いやこれやめといた方がいいっすよ」って言って原本側から訴えられたら大変っすよって僕は言うので、あんまりそのリスクを負ってまでやることはないんじゃないかなというふうに思ったりするんですけどね。だからなかなかそこはすごい難しいとこだと思うんですけどもね。皆さんもなんかいいですよ、そんな質問でもあれば。学生さんは恥ずかしがってますちょっとそれは考えよう。 H さん成長企画ね、本当にやってみてどうなるか。すごいよね今 YouTube。 俺最近あれが好きなのよ。ヘライザーって知ってる？みんな知らん。今スマホ持ってたら調べてみ。多分高校生なんだと思うんだけど、高校生 YouTuber の女の子がめっちゃ世の中のこと悪口言うのいやめっちゃ面白いんだよ。いやめっちゃ頭いい子だなと思って、すっごい可愛らしいね。カツラの銀髪のカツラかなんかかぶってんだけど、ヘライザー出てきた。ひろゆきさんの見てたら多分それで引っかかって出てきたんだと思うんだけど、なんだこの子と思って見たらいるでしょ。そう、すごい上手よ。お話もめちゃくちゃ上手。めっちゃ毒づくんだけど、1個 2,3 分の動画なんだけど大体面白いですよ。画材をネットで買うのは画材ネットで買ってますよ。私も当然ですよ。ネットでも学生さんは普段どんな作品を描いていますか。7月21日から展覧会がございます宣伝も兼ねておりますね。もしあれだったらそこで学生さんの作品とかも、出てもいいという子たちはそこで YouTube に残してもいいかもしれないしね。これからなんかそういうことも経験していった方がいいと思うんだよね。いろいろこうまちまちだろうけど、なんかこうちゃんとしてたらいいんだよ。ちゃんとしてなかったらこうネットに画像とか何でも残っていくけど、多分ちゃんとしてるのを残していった方が、例えばなんか就職するとか何にするにしてもちゃんとしてるなという情報が多ければ多いほどいいと思う。悪い情報はあんまりもちろんね載せちゃダメだけど、作品こんなん書いてますとか本当はみんなでこう喋ってそれをね動画に残したりしていけばいいなと思うんで、今学生さんにそんなことを口説いてますが、皆さん恥ずかしがり屋なので実現するかは分かりませんがということです。学生さんたち作品も確かに興味深いです。とても刺激になりますと、ね。で今オンラインが中心なんであまり大学でこう書くことが推奨されていないというところがあって、佐賀大学に関しては一応福岡がまだなんとか事態宣言が出ているので課外活動要はサークルとかそういったものが禁止なんですよ。だから私がいる時は制作してもいいですよってことなんですけども、だからあんまりこう大学でやってるという感じではない子たちも今は多いので、すごくこうかわいそうな1年半ぐらいを過ごしています。今日のライブは決めてないですけど1時間ぐらいかなと思ってますよ。今18分経過。あんまりこう決めてやらないんですけど、でも大体1時間もう今汗だくなってますもんねちょっと顔の方に寄ってみましょうか。ちょっとピントが合ってるのか否かが、これねピントがねこれライブ配信中は合わせれないんだよ。もう動画だけを撮る分には合わせれるんだけど、こうちょっとピント合ってないね。こう本当は長押しするとピントが合うんだけど合ってないね。すみません、ごめんなさい。もうちょっとこの岩書いてますねすごいでしょ、面白いでしょ。こんなことで世の中が今できるようになってるんだからね。すごいよね。今北海道の方も見てるし、
ねえ、いろんな人が、皆さんどこから見てるんですかね。こうメールを送ってくれる名前とここに出る名前が違うから分かんないでも先ほどの北海道の女性に関しては分かってるの俺は。なんか質問あればしてくださいね。こんな感じでじま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 書いていきます。もう本当に地味な、映ってないね、作業の繰り返しです。勝手な勝手な想像ですけど、先生って15歳くらいの年の何て書いてある、なんかよくわかんない質問ですね。スペインから見てます。だって黒猫の人はね、スペインでお嬢ちゃん小学校5年生が絵出してくれるねえ、小学校5年生10歳の子ですよ。年の差婚45歳ぐらい年差離れてます頑張れ加藤茶夫婦っていう目指せ頑張れ加藤茶夫婦です。ありがとうございましただんだん適当にねちょっとこう薄く塗りながら、要はもう絵の具を複雑にしていってます。本当にもう例えばここで30分とか30分とか本当そんなレベルで進めていきます。スペインからだって、スペイン今何時ぐらいですかね。9時間ぐらい時差があるのかな。じゃあ朝ですかね。朝何時かとかですかね。まだやっぱりあれですかね、一時帰国のめどは立ってないですかね。なかなか帰ってこれないんだって。だからそういうのとかもね、だから意外とこう九州っていうか佐賀はね、昨日も感染者1名だけだったから、そういう点で言うとね、まだちょっと落ち着いてますもんね。あ、そうでしょうね。8時間9時間ぐらい時差ありますのね。面白いでしょ。すごいでしょ。全世界と。そうよ。私の知ってる H さんは朝がめっちゃ弱いですめっちゃ弱いです。その通り。いや、寝れるってすごいよね。もう羨ましいもん。俺ら寝れないからさ、3、4時間ぐらい寝たらもう起きるもんね。でも昼寝とかするんだけど、10時間ぐらいぶっ通して寝れるんでしょ。うわー、すげえ。何時間みんな寝れる ?10 時間とか。うわー、すげえ。疲れない寝るって疲れない。俺なんかもう絶対ダメ。さすがに十何時間とか寝たらちょっとだるいですけど、ああ、だるいんだ。起きない？しんどくてもう肩こったとか喉乾いてとか。僕やっぱ年なんですみません、今から汚い言葉言いますけど、私頻尿なんでやっぱやっぱ起きるしね。みんななんかその若い頃って。でも俺も確かになんか若い君らぐらいの時ね、10時ぐらいまで寝れるとかあったけど、もうここ15年ぐらいは8時回ったことない、ない。だから3時ぐらいまでもし仕事してても必ず起きる、8時とか回んないもんね。だから基本的に僕は遅刻しないって言ってるのはそうなんだけど、今日はうっかり、すみません10分ほどここにいたんだよここにいたんだけど授業違う場所でやってて、先週ちょっとね、なんか見てほら、ありがとうね、見て610円払ってくれたよ。私今20分ぐらい、23分絵描いて、みんなバイト時給いくら？時給880円900円ぐらいやりました。学生のバイトをもうちょっとで超えれますよ、時給ね本当にこんな感じでちま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 進んでいきますね。でも新しい働き方だよね、こういうのもね。でそういうのも見せるのは私の仕事だもんね。なんか企業に勤めなきゃって言ってて、もしなんかうまくいかなかったりさ、仕事先がこう倒産しても生きていけんだよ、っていうのを見せたいなと思ってやってんだよね。ヘライザーさん見てみてぜひぜひ帰ってヘライザーさん、すっげえ面白いよ。私はこの前先生から、ひろゆきさん、ひろゆきさん面白いって言われて、見てる。めっちゃ面白いですね。面白いでしょ。もしかしてなんか、世の中も今ちょっとひろゆきブーム来てます。そうでしょ。おいちゃんだいぶ早くから目つけてたもんね。つけられてたなと思って。あれいつだっけな、知ってる？ひろゆきさん。
あ、みんな知ってんのやっぱり。なんかみんな最近なんかもう口癖が、うん、なんだろう、ちょっとやめてもらっていい？いや最初になんだろうつけるみたいな。いや、あの人面白いよね。なんかやっぱりこう世の中をちょっと俯瞰して見れてるし、経験値が全然違うよね。本当になんか私世代がすごい近い、1個下なのね、彼が年齢が。でもう本当にパソコンが僕らの時代に大学の2年生1年生ぐらいに普及しだしたの。でそれに乗った人と乗ってない人全くもってパソコンに疎かったおじさんがまさかこんなスマホ、本当にスマホだけでやってるでしょ。いや本当ですね。これ衝撃的だよね。でもやっぱりみんなパソコンは使えた方がいいよ。やっぱりね、使える？使えない？あんまり使えない？いや、なんかおいちゃんの動画の編集をこの間も来てたよ。なんか翻訳しませんか、あなたのチャンネルは9倍ぐらいに登録者がなる可能性を秘めた素晴らしいチャンネルですって。そしたら学生にやらすけどなでも英訳なんで基本的には英訳とかあれ自動翻訳とかでやるんだけど、まず僕が喋ってる言葉を自動翻訳で日本語にペッてやると一応治るのよ。でもすごい間違えてる。いや本当ですね。画家っていうのがなんだっけな、なんか全然違うんだよ。でそういうのを直してほしいの、誰かに。そうするとそれでピッと押せば英語になったりスペイン語になったりする。でまず俺の日本語をこう喋ってるのをイヤホンかなんかで聞きながら、そここここうだなとかっていうのをやってくれたら、もう海外のその間に入りたいって言っている人たちはもう入る隙もなくなっていくということなんですよね。そうなんですよ。すごいでしょ。いっぱい来てる。その後なんか来た。こんにちは、スペインから朝の6時半です。授業に参加できているような臨場感ですと。沖縄から。沖縄もいいですよね。行きたいね。学生さんも旅行とか行ってないでしょ。ね、あんま行きづらいもんね。ね、どこ行きたい？みんな海外？その、うん。もうなんか私、やっぱ死ぬまでに一回はルーブルに行きたいんです。ああ、行きなさいよ。ツアーで行くか、うん、もう普通に個人で考えていくか。若いうちはやっぱり個人で行った方がいいっていうか、勇気が出るけど、不安だったら現地まで、連れてってくるツアーがある。で現地で例えばパリ7日間フリー旅みたいなのがあるのよ。だから例えば初めての海外で例えば飛行機乗るのがちょっととかさ、怖いじゃん。だからそういうこうちょっと高いけど普通より例えば5万とか何万とか高いやつなんだけど、でもう現地自由プランみたいなのがあるから、そういうので行ったら一応もうドキドキしながらも、例えば福岡空港から一応どっか経由でパリ行くかっていうのに乗って、で向こうはもうとにかくもう分かんなかったらスマホの、飛行場でフリー Wi-Fi を借りれる、いくらか出して借りれるから、それ使って翻訳機、俺やったことないんだけど翻訳機かなんかを Wi-Fi を使ってやってったり。だから意外と飛行機に乗る手配と向こうに着いて、例えばパリだったらシャルル・ド・ゴール着いて、そこから宿まで取ってくれて、で1週間勝手に動きなさい、で1週間後にまた帰りの朝8時集合とかで空港まで行ってチェックインとかの手続きとかをしてくれるプランはあると思う。怖かったらそれで行けばいいよ。でもう例えば1週間で1日でも心折れたら6日間ホテルにいればいいしまあね、おいちゃん君らに話したことあるか分かんないけど、一番初めにそのパリに行った時にもう当時25年ぐらい前、もうとにかくフランス人って英語は俺たち喋んねえとかっていう国だったのよ。でもうとにかくこう英語しかちょっと習ったことないしさ、もうみんなよりもレベルの低い英単語ぐらいしか覚えてないような教育を受けてきた私だから、とにかくこう一生懸命英語で喋ろうとするわけよ。たださ、もうね、お前とは喋んねえぜみたいな雰囲気で言われて、でいや今でも違うと思う。僕がこう 4,5 年前に南仏に行ってニースの近くとかに行ったんだけど、その時はもう全然変わってた。で昔は結局はユーロ圏っていうのじゃなくて、各国がもっと別々だったの。
フランスだったらフランっていう通貨で、イタリアだったらリラだった。でもそのユーロに多分15年ぐらい前になってからはやっぱりフランスもちゃんと観光をやっていかないといけないということもあって変わったんだと思う。昔はひどかったよ。何にも話そうともしてくれない。それで俺心が折れて、その話したことないっけ、心折れて、でもう料理とかもまだ学生だから金ないからなんかパン買って食うぐらいだけど、もうそれでもなんかどんどん心折れてって、もうケンタッキー入ったからねでなんかよくわかんないけど、もうとにかく適当に頼んだらもうすげえもうでっかいこんなパックので、それをホテルでもう吐きそうになりながら食べたっていう思い出しかなくて、で本当は1週間ぐらいパリに滞在する予定だったんだけど、もう心が折り切っちゃって、でじゃあどうしたもんかなと思って、で旅行会社 HIS か HIS で特急のチケットだけ取っといてもらったの。時間指定じゃなくて特急券っていうのだけよね。でそのシャルル・ド・ゴーじゃなくてパリの中央駅かなんかからイタリアまで、うちは子供の頃電車大好きで、イタリアまで行く特急電車 TGV っていうのが新幹線みたいなやつで、それのチケットだけ取ってて、もうダメだと思って3日間ぐらい行って、本当は5日ぐらい確か6日ぐらい滞在する予定で早めてその TGV に乗って逃げたんですそれでもう海外公演もうどうしたらいいんだとか、もちろんさオルセーとかさルーブルとか行ってすごい感動はしたんだけど、とにかくなんかこう当時はそのもう俺たちは絶対英語喋んねえぜぐらいの感じだったから、でもう落ち込んで飛び出たら、電車に乗ってたらアルプス山脈を越えてイタリアの国境に入ると車掌さんが変わるんだよ。で昔って要はパスポートを国が変わったら見せなきゃいけなくて、今はよく分かんないけど多分もうユーロ圏だったら大丈夫なのかもしれないけど、で電車乗ってたら途中で車掌さんが変わって、向こうからこう車掌さんが来るぞって、この話多分 YouTube を真面目に見てる人絶対してるはずなんだけどで向こうから来るぞってなってドキドキしてて、確かウィーンと開いて後ろで車掌さんが入ってきたのは分かったよ、ちらっと見て。でもちょっとこう待てど暮らせど来ないから後ろバッと振り返ったら、車掌さんが乗客の人とトランプしてたあ大丈夫大丈夫、お前の後でパスポート見に行くからみたいな感じぐらい、イタリア人とフランス人はもう違う、もう全然違うっていうのが僕のなんか若い頃の思い出で、イタリアに行った後に、例えばなんだっけ、本当にアッシジっていう駅が土地があって、でアッシジで電車待ってたらうっかり特急電車に乗り過ごしちゃった。それでうわどうしようかな、各駅で次どこかフィレンツェかどっかまで行かなきゃいけないっていう時に、たらなんとなくあれで絵描いてたの、じゃっとこうクロッキーをしてて、そしたらこう向こうの方でその駅員さんをクロッキーしてて、特急電車に乗れなくて、行き過ぎちゃって、でどうしようかな困ったなって思って向こうの方の駅員さんを絵描いてたら、お前どうしたんだみたいな感じで言ってくるけど、なんとなくのこうイタリア語でなんとなく言うわけよ、もう乗り過ごしたみたいな、もうで英語とかなんか適当な使いながらね。そしたらその駅員さんがところでお前何やってんだっていうわけよ。でジャパニーズペインターとかさ、アルテスデンテってアートね、アルテスデンテとかなんか適当なイタリア語喋ってたら、ちょっとお前それ見せてみろって言うから、その駅員さん俺書いてたやつを見せたら、お前めっちゃうまいじゃねえかって言い出したわけよでお前結局何してんだって言うから、いや電車乗り過ごしたんだって言って、ペルローマとかなんとかって言いながら行けなかったんだみたいなことを言ってたら、ちょっと次電車来るからちょっと待ってよっていうような感じで言ってんのね。でどういうことって思って待ってたら、その次の特急電車、もうそれは乗れないんだけどね、その特急電車の車掌さんに駅員さんが、ちょっと俺の友達あいつちょっとフィレンツェまで乗せてってくれって言って、でも俺もノーマニーノーマニーとか言いながら、大丈夫大丈夫大丈夫って言って、で僕はその駅員さんに絵をあげたの。だから喜んで次に来た電車の車掌さんに頼み込んでくれて特急電車乗れたのよ。20年以上前の話だけどね。
でもただガタガタ震えてたよ。これ本当に金払わなくていいのかなって思いながらというお話でした。貼ってある写真には滝は写っていない。滝も写ってますよ。ちょっと嫁はんの顔消してますけど、面白いでしょ。写ってますよ、滝。だからこれすごいいっぱい写真撮ってます。相当膨大に撮っておりますので、91人になってる。HIS ありましたよ。HIS、私のこの HIS あって、HIS 僕は東部なんとか店、東部デパートの中にあった HIS で、なんかアエロフロートっていうロシア航空、めちゃくちゃ安い。これ吉住先生っていううちの学部長に話すと爆笑するんだけどアエロフロートというロシア航空というのでウラジオストク経由かなんかで、そこでまたトランジットがあってっていうのがあるのね。ですごい安くて、でそれで行ったんだけど、とにかくその当時のロシア人のこの客室乗務員、当時スチュワーデスさんって言ったけども、客室乗務員の女性の香水がえげつなく臭い。だから、ね、ようやくこう緊張してるじゃん、初めての海外で。ようやくちょっと眠気が来た。だってもう初め行った時なんかこう機内で飲み物を頼む時、ジャパニーズビール頼む時なんて言いますか？ビールを頼む時なんて言います？そうそうそう、ビアなんですよ。俺ビールって言ったからビールプリーズってそれははって言われていやそんなレベルよ。あ、そうか、ビアだなって。だから本当に日本のね英語が使えないっていうのはね、もう本当にあれだからね、皆さんなんか行ってみたら、日本の女の子って幼く見えるからみんな優しくしてくれるよ。うん。いやなんか本当なんか、西洋画で、なんか、行きませんかね、みんなで。みんなで行く？みんなで行く？したいよね。本当？海外のなんかちょっとそれどっかのツアーのあれに、でもまだ多分今はまだコロナのあれであれだろうけどね。本当それがいつ収まるか。ね本当ちょっと来年再来年までには本当に行きたい。え。ね、みんなでなんかこう国内外研修っていう授業があって、であれね、吉住先生とかがイタリアとか、ちなみに吉住先生の知り合い、その留学中の人も私の YouTube 留学中、今から吉住先生今25、6歳だから、何年前か分かんないけど、のお友達も私の YouTube なんか見てるらしい。イタリア時代の留学時代のっていう話を眞子さまに聞きました。でなんか眞子さまそういうのやってくれたことあったよ。過去にうちの学生さんを連れて、イタリアに行くっていうやつやってくれたことあったよ。頼み込んだら多分ね、眞子さんで多分国内外研修とかでイタリアとか行く機会あったら、プラス学生さんも一緒にとかもできると思うよ。大学院生とかさ、それできると思うよ。ねえ、いや僕と一緒に行こうって話を何度もしてたんだけどね。すみません、私のおじさんの頭いっぱい映ってますね。ちょっと気をつけます。特急の話、いいお話ですね。私たちの頃は地球の歩き方、私もそうよ、地球の歩き方ですよね。皆さん学生さん知らないでしょ。地球の歩き方っていう今もあるそういう本がねありますよね。地球の歩き方を持って、私もここ全然書いてないね。そう行きました。皆さんの方で質問あれば、またほらまーさんが有料級の動画ありがとうございますだってね。え君たちもなんかアルバイトであれする？モデルさんとかちょっとやってもらって、皆さんね、要はさ、人物画を描きたいけど教室に通えないとかいう人が多くて、皆さんちょっとやってくれたりしない？恥ずかしい？それを要は僕のコミュニティ欄っていうのに写真載せといて、皆さんそれを見て絵描くっていう。別にこれを描きなさいってわけじゃないんだけど、もう本当に何も描くもんがないから、でこの間古賀さんのやつを借りてね、名前出したで、彼女も作家活動してるからあれなんだけど、言ったらそれを見て今 7,8 人描いてきてる。
それでその人にバイト代をこの YouTube のこのスーパーチャットで払ってくれって言って何人か払ってくれてるよ。みんなやってくれる？そう、ここで言ったらあれだもんね、ちょっとパワハラになるから後で話し合いますね。全然いいです。なんかちょっとそんな美人じゃなくていいのかなみたいな。それは知らない。選ぶのは向こうなんで。美人になりたいんじゃないかな。いやそうよ。僕がうまいこと写真撮ったらそこそこになる。いやそこそことか失礼なこと言ったね。ね。後で撮って載せてみようかね。もし OK な人いたらね。で写真の撮り方もやっぱりね、ある程度プロが撮るとそうじゃないのとだいぶ違うからね。まーさんありがとうございます。面白いでしょ。もう100人見てるよ。こんな真っ昼間のね。よいしょ。ほんとこんな感じで少しずつ。めっちゃ汗かいてんな俺な。めっちゃ汗かいてんな。よいしょ。こういうのも後からもまた見れるしね。ピュー。学生さんが映ってないようにしながら。本当にこれだけ100号なので大きい画面ですよね。ちょっとごめんね、もうちょっと先ね。モデルさんをしてもらえたら嬉しいですって書いてある。ははははって笑ってる。ね、埼玉から見てますね。面白いね、これなかなかね、こんな感じで進んでいくんですよ。本当にこの辺からこの辺からこの辺からっていう感じで進んでいきます。で本当はもうやっぱりこう後ろの方、こういうところを今日できたらある程度ガーッとやってしまって、後ろとかをやってしまって、である程度こんな感じですね。どっちかというともう奥の方から早めに蹴りをつけていった方が楽なので、全体像はこんな感じです。見えてますか？大丈夫よ、映んないよ。逃げ回ってます。ね。芸大の頃の大根の話ってどこかでしてますか？芸大の頃の大根の話ね、この間の確かライブペイントでそういうの忘れてたので、大根泥棒の話したことあるよね。知らないか？それむさびの頃の話なんですけどね。どうしても金がなくて、それでもなんか大学の中でお酒を飲みたくて、1996年かな、むさびの、学内で飲んでたんですよ、ウイスキーを。で当時ウイスキー酒税法みたいなのが変わって、ウイスキーが死ぬほど安かった。でサントリーレッドっていうウイスキーが980円だった。でそれをなんか空腹でって飲んでたら、もうベロベロに酔っ払って、でベロベロに酔っ払ったままこう家までこうふらふらと帰ってったんだけど、むさびの横って田んぼがあって、でそこのところに、畑があって、で要はそこの地主さんたちがアパートを大体経営してて、でそこにむさびの学生さんがみんな住んでた。でそこが男ばっかりが住めるようなところで、男村って呼ばれてたんだけど、でそこに酔っ払ってむさびで部屋で後で飲んだ帰りにフラフラっともられたって意識朦朧したまま家に帰って、でその畑のところにあるアパートメントで、朝目が覚めたら台所に大根を強引になんかかぶりついたような感じのものがあるわけよ。でも俺買った記憶ないわけよ、大根を。っていうことは俺ね、酔っ払って盗んじゃった。でそれでうわしまったと思って、大家さんに謝らなきゃ、大家さんの要は敷地内の大根だから、で謝らなきゃっていうので扉を開けようと思ったら扉が開かないのよ、なんか重くて。で一生懸命なんとか開けたら、向こう側に要は扉の外が大家さんがその敷地内に住んでて、大家さんが大根をいっぱい袋に入れて、困ったら言ってねって手紙がついてたわけで、そのままもう走ってもすんませんしたって謝りた、小木作に言ってよっていうお話とかぐらい金がなかったって話ね。でいいですか？
ね、昼下がり見てありがとう、MH さんもありがとうございますというお話です。その後その大家さんのところに親父すごいお世話になったから退去する時に出ていく際にうちの親父が奈良からわざわざ来てで奈良の柿の葉寿司って知ってる？で柿の葉っぱにます寿司とか鮭とかのでそれをお土産で持って行ったんだけど、その時春の甲子園かなんかでその大家さんがひいきにしてる高校が甲子園に出てて、一応挨拶に行ったんだけどもう面倒くせえなみたいな顔をされたんだけど、一応家に入って柿の葉寿司どうぞっつって、で大家さんは甲子園をチラチラ見ながら一応お世話になりましたみたいな感じで言って、で柿の葉寿司を大家さんが柿の葉っぱごと食べてた。なんか硬いっすねとか言いながら食べていましたという感じでございます。どんな感じでしょうか。モデルさんしてもらえたら嬉しいですということでね、芸大の頃の大根の話ってどこかでしましたかと昼下がり見ていますということで、という感じで100号をこう進めていきます。もうちょっと下げてみようかね。よいしょ。皆さんの方何か質問があれば、ちょっと1時間も経ってないですけど、これ何か分かりますかね。ちょうど映ってますけども、よいしょ。これ単に、こういうふうに、板にベニヤをガンタッカーで貼っつけてるだけなんですね。で L 字になっていて、でそれをただ上にここに乗せてるだけ。それで100号ぐらい用のこういうワンチンですね。ワンチンおぎそって書いてますね。というのをこういうふうにしているだけですね。こんな感じでございます。すごいね、授業をこうやってまさか授業というかこんな制作の場所、今使ってた絵の具に関してはまあこれが終わってから学生さん聞きたいこと聞いたらいいと思いますし、先ほどのちょっと今使ってた絵の具はどれかな、これが、スタンドオイルとチタニウムホワイトで混ぜたものをシルバーホワイトとチタニウムホワイトをスタンドオイルで混ぜたもの、こっちはシルバーホワイトとチタニウムホワイトをポピーオイルで混ぜたもの、あとはこれはローアンバー、これはちょっといつもと並びが違うんですけど、サップグリーン、トランスオキサイドレッド、ウルトラマリンブルー、アイボリーブラック、コバルトグリーンペールみたいなもの、フタロシアニンブルー、フタロブルーかな、イエローか、ほぼ使ってないですね。カドミウムレッド、カドミウムイエロー、これなんとかフタログリーンかな、これはスーパーマゼンタ、コバルトバイオレットという感じでございます。また突然こういう感じでライブ配信を始めるかもしれませんけども、また機会があれば覗いてあげてください。なんか実験がこれは可能だということが分かりましたので、4G のネット環境が入ればライブ配信どこでもできるぞということの立証ができましたので、機会があったらまたこういった形でお見せしようと思います。ということで配信終わります。さよなら。